皆様こんにちは、セリナです。先日メインチャンネルで3月に発売された資生堂やアディクションの新作下地をご紹介させていただいたところ、資生堂の新作下地と人気ファンデーションエッセンススキングローファンデーションの相性と、アディクションの新作下地とこちらも人気のファンデーションザ・ファンデーションリフトグローとの相性が気になるとたくさんのリクエストをいただきましたので、今回は資生堂とアディクションそれぞれのブランドの下地とファンデーションの相性をチェックしていきたいと思います。資生堂は下地の効果でファンデーションのカバー力にどんな感じの変化があるのか、アディクションはサラサラに仕上がるタイプだった新作下地の効果で高保湿なファンデーションの崩れ方にどんな感じの変化があるのかという点を多くご質問いただいたので、こちらについて詳しく検証していきます。今回ご紹介するアイテムの詳細動画はそれぞれメインチャンネルでアップしておりますので、もっと詳しく知りたいという方はぜひメインチャンネルもチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回ご紹介していくアイテムの特徴をおさらいしていきます。まずはこちら、資生堂エッセンススキングロープライマー SPF25PA2+。化粧下地から美容液レベルの新体験。美肌を育むファンデーションと同じ美容成分、ナイアシンアミド、ケフィア発酵エキス GL を配合。つけた瞬間から潤いを届け、自然なカバー効果と艶やかな仕上がりが続きます。続いて資生堂エッセンススキングローファンデーション SPF30PA3+。美容液がファンデーションを包み込む新手法に成功。まず美容液が弾け、肌をケアしメイクしていく。現れるのは艶やかさ、軽やかさ。美しい素肌のようで、決して素肌ではかなわない仕上がりが一塗りで。ダブルの美容成分、ナイアシンアミド、ケフィア発酵エキス GL を配合。いつしか美しさはあなたの肌のものになっていく。メイクでもあり、スキンケアでもあるという体験をあなたの肌へ。続いてアディクションスキンプロテクターソフトグロー001ピュアブルー SPF40PA3+。柔らかな透明感と立体感。みずみずしい美容液のようなトーンアップ UV プライマー。紫外線から肌を守ってトーンアップ。クリアなベースに繊細なパールを掛け合わせ、柔らかい光に包まれたようなツヤ、ソフトグローによる透明感と立体感を同時に叶えます。90% 配合された美容液が肌を潤し滑らかに。カラーはバイオレットやブルーのパールによる透明感を高めるツヤの001ピュアブルーです。そして最後、アディクションザ・ファンデーションリフトグロー SPF20PA2+。頬の上にツヤを生み出して立体感を操り、顔立ちまでフレッシュに。まるでハイライトのように高い部分に光を集めてリフレクトさせ、リフトアップしたような洗練のメリハリを作るファンデーション。肌と一体化する薄膜でコンフォートにカバーし、丁寧にスキンケアをしたようなライブリーな肌印象に仕上げます。それではまずはこちら側の肌に資生堂の下地とファンデーションを組み合わせてメイクを仕上げていきたいと思います。まずは今月に発売された新作下地エッセンススキングロープライマーです。こちらは少し厚みのあるジェルテクスチャーでしっかりと肌に潤いを与えて保湿してくれます。伸ばしきった後は内側に保湿感を抱えつつも肌表面にベタつきが残らないのも大きなポイントでした。はい、下地のみの時点だとこんな感じです。資生堂の下地は手元で見るとうっすらピンクのようなカラーを感じますが、肌の上にのせてみるとカラー補正効果はかなりナチュラルで、パールによるツヤなども感じにくいので、何も塗っていない方の肌と比較をしてもあまり変化を感じないですよね。近くで見てもこんな感じで、しっかりと保湿はされていますが、見た目には特に大きな変化は感じにくいです。ファンデーションのカバー力を高めてくれるというタイプの下地ですが、下地のみの時点だとあまり変化がないというところも特徴の一つでした。ではこの上に大人気のファンデーションを重ねてみたいと思います。ファンデーションを重ねるとこんな感じで、こち
ちらのファンデーションはかなりみずみずしくて、スキンケアのように伸び広がってくれるタイプですが、新作下地と組み合わせるとこんな感じで、伸びはいいですが、肌にピタッととどまる感じがします。下地とファンデーションが吸い付くように密着して、かなり保湿力を感じます。大きく伸ばしていくというよりも、タップしていく方が綺麗に馴染んでいく感じがしますね。そしてやはり下地とファンデーションがピタッと密着するからか、いつもよりもこちらのファンデーションのカバー感がアップしている感じがします。はい、こちら側半分には資生堂の下地とファンデーションでメイクをしてみました。やはり新作の下地がファンデーションの密着力をアップさせてくれるタイプなので、いつもよりもこちらのファンデーションのカバー力が増している感じがします。近くで見てもこんな感じで、さすがにニキビ跡などを完全にカバーするというほどハイカバーになるわけではないですが、何も塗っていない方の肌と比較をすると、気になる赤みや色ムラなどはしっかりとカバーしてくれていて、ファンデーションだけだと素肌にかなり近いようなナチュラルなカバー力なのが、この下地と組み合わせることで、ミディアムカバレッジくらいにカバー力をアップできたんじゃないかなと思います。カラー補正効果などがしっかりと効いているタイプではないのに、これだけファンデーションのカバー力を高められるというところがすごく優秀だなと思います。そしてカバー力がアップするのはもちろんですが、何よりもこちらの下地とファンデーションを組み合わせると、ツヤがより増しているような感じがします。このファンデーションのツヤ感をさらに活かしたいという方におすすめの組み合わせだなと思いました。塗り心地としては、みずみずしい美容液とクリームでしっかりとスキンケアをした後のような、水分も程よい油分感も感じられる、もっちりと柔らかな肌に仕上がっています。ただ、これだけしっかりとツヤが出ているのに、肌表面がベタつく感じも気になりにくいです。では、反対側にはアディクションでメイクをしていきます。まずは下地です。こちらの下地は見た目のイメージだとかなりトーンアップしそうだなと感じられる方もいらっしゃると思いますが、肌の上にのせると意外とこんな感じで、クリアなベースにブルーやライラックのパールによってカラーコントロールをしてくれるというタイプなので、しっかりと肌に透明感を出しつつも、そこまで首から浮いてしまうという感じがしないところも使いやすいポイントでした。質感としては最初はみずみずしいのでかなり伸ばしやすく、伸ばしきると肌表面がさらりと仕上がってくれるタイプです。はい、こちら側のアディクション、まずは下地を塗ってみました。ファンデーションまで塗っている資生堂と比較をすると、自然に肌トーンをアップして透明感抜群の印象に仕上がっているのがわかりやすいですが、首から浮いてしまうということもなく、近くで見てもパールやラメがギラついてしまうという感じもしなくて、しっかりと透明感をアップさせてくれるのにかなり使いやすいですよね。質感としては内側には程よい水分が残りつつも表面はさらりと仕上がるので、ベタつくタイプの下地が苦手という方に特におすすめです。それではこの上にファンデーションを塗っていきます。こちらのファンデーションはとにかく滑らかでリフトアップしたようなハリツヤ感が人気ですよね。下地は肌表面を程よくさらりと仕上げてくれていますが、ファンデーションの塗り心地などには大きな変化は感じないです。ツヤもしっかりと出ていますね。はい、こちら側にはアディクションの下地とファンデーションでメイクをしてみました。アディクションのファンデーションは標準色である006を使用していますが、やはり今回の新作下地がブルーパールの効果で自然に肌をトーンアップさせて透明感を与えてくれているので、いつもよりもクールトーン寄りな自然な透明感を感じる仕上がりになっているなと思いました。塗り心地やツヤ感などは他の下地と組み合わせた時とあまり変化は感じなくて、しっかりとファンデーションのリフトアップしたようなツヤを楽しむことができます。近くで見てもこんな感じで肌全体に滑らかなツヤが乗っている感じがわかりやすいと思います。パール感も悪目立ちしていなくて綺麗です。そして肌表面を触った感じも下地のみの時点だとさらりとしていましたが、ファンデーションを重ねることでファンデーションのしっとりとした保湿感を感じるような状態なので、現時点では崩れに強いタイプというよりも保湿寄りなタイプという感じがします。ではこの上にコスメデコルテのフェイスパウダー00番をブラシで軽く塗って、
これから約4時間ほどマスクのまま過ごして、崩れ方にどんな感じの違いがあるのか見ていきたいと思います。特にアディクションは今回の新作下地のサラサラ感で、この高保湿なファンデーションがどれだけ崩れに強くなるのかというところが楽しみです。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしましたので、崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも秋冬シーズンでも安心して使えるようなスキンケアのような高保湿なファンデーションですが、皮脂が気になる肌タイプの私でもテカリやヨレを気にすることなく、かなり快適に過ごすことができました。近くで見てもこんな感じで、資生堂はもともとファンデーション自体もしっかりと保湿もしつつも汗崩れや皮脂崩れに強いタイプでしたが、高密着のファンデーションと組み合わせると、よりしっかりと塗りたてのカバー感をキープしてくれている感じがします。下地自体にもしっかりとしたスキンケア効果がありますが、小鼻の横にテカリや皮脂が出てきてしまっていることもなく、とても綺麗に過ごすことができました。そして隣に塗っているアディクションは、ファンデーション自体にかなり保湿感が高いので、普段使用するときは下地やパウダーでしっかりと皮脂対策をしていますが、今回の新作下地はこんな感じで、若干小鼻の横に皮脂が出てきている感じはしますが、それでも顔全体がテカってしまうこともなく、マスクの摩擦にもよく、ドロドロになってしまうことなく、綺麗に過ごすことができました。やはり今月発売された新作下地は、程よい保湿感もありつつ、皮脂やテカリに強いアイテムが多いなと思いました。それぞれアップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、どちらもしっかりと内側に保湿感を輝き込んでくれていて、もっちりと柔らかい肌状態に整えてくれていて、資生堂は頬全体や小鼻の横などに全くテカリやベタつきを感じない印象。アディクションは若干小鼻の横にしっとり感は出てきていますが、それでもベタついてしまうという感じではなかったので、気になる部分はフェイスパウダーでこまめにお直しをすれば安心して使いやすいと思います。資生堂は下地もファンデーションもどちらもスキンケア効果抜群で、美容液のような保湿感を感じられるのにベタつきが全くない仕上がり。アディクションはさらりとした質感に仕上げてくれる下地を組み合わせることで、高保湿なファンデーションを春夏向きに使いやすく調整してくれているという感じがしました。はい、ではこんな感じでたくさんのリクエストをいただいた資生堂とアディクションの新作下地と人気ファンデーションの相性をそれぞれ検証していきました。資生堂もアディクションももちろん他のブランドのアイテムと組み合わせてもとても綺麗に仕上がりましたが、資生堂は新作の下地と組み合わせても保湿効果はそのままに崩れにも強い感じを保ってくれていたので、ファンデーションと共通のスキンケア効果を下地でも感じることができて、さらにツヤを増してくれて、カバー力も少しアップさせたいという方に特におすすめな組み合わせ。アディクションはファンデーションの張りツヤ感はそのままに、下地の効果で皮脂やベタつきをコントロールしてくれたので、仕上がりはそのままにこれからの季節に使いやすいようにシフトしたいという方におすすめの組み合わせだったなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。